こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は以前も動画でご紹介はしておりますけれど、働くパパママ育業応援奨励金。令和7年度版が公表になりましたので、その概要について解説をしていきたいと思います。この働くパパママ育業応援奨励金、令和6年度においてもコース拡充されましたけれど、令和7年度においても少し拡充されているという状況で、東京都は非常に育業について力を入れているという状況がわかります。共に働いて共に子育てをするといった支援が非常に手厚いということがわかるかと思います。今回の概要ですけれど、まずは育児休業の取得状況について見ていきたいと思います。その上で東京都が行っている働くパパママ育業応援奨励金の概要について、この奨励金につきましてはコースが全部で4つ設けられておりますけれど、各コースの概要についても説明をした上で最後に注意点とまとめという形になります。まずは育児休業の取得状況について見ていきたいと思います。こちらは厚生労働省の資料になりますけれど、女性の育児休業取得の推移につきましては、ずっと 80% を超えている状況で、直近でいきますと 84.1% という状況になっております。一方、男性の育児休業取得率については、かねては非常に低水準ではありましたけれど、政府の支援等政策もありまして、徐々に上がってきている状況で、2022年10月、産後パパ育休制度が創設されて以降ですね、急激にさらに伸びてきたという状況で、2023年においては男性の育児休業取得率が 30.1% と、初めて 30% を超えて、毎年過去最高を更新をしているという状況ではあります。ただし、2025年の政府目標は 50% でありますので、まだまだ開きが大きいという状況ではあります。男性の育児休業の取得が促進をしてきているという状況の中で、その内容もですね、かなり変わってきているということがわかります。男性の育児休業取得に関する、取得期間ですね。こちらが長期化が進んでいるということで、以前は2週間未満の方が 70% だったんですが、2023年度においては2週間未満の方が 40% まで低下をしている。一方で、1ヶ月から3ヶ月の育児休業を取得する人というのが、以前は 11.9% だったのが、2023年の調査においては 28% と倍増していることがわかるかと思います。こういったように男性の育児休業がどんどん促進されて、さらに長期化が進んでいるという状況の中で、これを後押しするように、東京都においては働くパパママ育業応援奨励金というのを設けております。コースとしては全部で4つありますけれど、まずは働くパパコースネクスト、そして働くママコースネクストという形で、こちらが一番大きな助成金のコースとなります。さらにですね、もっとパパコースというものと、パパと協力ママコースというのもありまして、全部で4つという形になります。働くパパコースネクストにつきましては最大で420万円の助成という形で、こちらは令和7年度においてはさらに増額をされているという状況。また、働くママコースネクストについても最大で175万円で、こちらも令和6年度からさらに増額をされているといった状況。そして、これらのコース、基本的には中小企業は申請対象なんですけれど、もっとパパコースにつきましては、企業の規模不問で申請ができるというもので、最大170万円という形になっております。そして、パパと協力ママコースにつきましては、こちらは加算がありませんので、申請としては100万円が最大という形になっております。
そして、それぞれのコース概要を見ていきますけれど、働くパパコースネクストにつきましては最大420万円ということで、こちらにつきましては中小企業が対象となって15日以上の育児休業の取得というのがまずは前提条件。その上で環境整備要件というのをいずれか、を実施していただくという形になりますけれど、例えば研修の実施ですとか、相談体制の整備、取得状況の事例の収集と提供を行う、また育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知、こういった内容を環境整備要件として取り組んでいただく形の中で、奨励金としては15日以上の取得で25万円、30日以上の取得で55万円、それ以降はですね、15日ごとに 27.5 万円が加算をされるという状況になっております。さらにですね、加算措置が設けられておりまして、加算は最大90万円という形になって、全部で4つ、加算措置というのが、あります。一つは管理職の育休と周知ですね。そして2つ目がメンター制度の整備と育業マニュアルの作成。これらはそれぞれ取り組むことによって20万円という形。また、同僚への応援表彰制度の整備とプランシートの作成。そして、同僚への応援手当支給とプランシートの作成においてそれぞれ30万円。さらにですね、この2つを同時に行った場合は加算で50万円プラスされるという形になりますけれど、加算措置としては最大で90万円。最大の加算を取って、この働くパパコースネクストに関しては最大420万円の奨励金が支給されるという形になっております。続きまして、働くママコースネクストにつきましては、最大で175万円の奨励金支給という形になっておりまして、こちらは、1年以上の育休が取得がまず大前提となっておりますけれど、その他にね、環境整備要件としては、面談ですね、こちらを1回以上していただくものと、あとは社内情報提供を3回以上するという前提条件のもとで、さらに就業規則に法定以上のいずれかの措置を行うという形になっております。まずは育児休業期間の延長、育児休業延長期間の延長、そして有給のこの看護等休暇の導入、またこの看護等休暇の取得日数の上乗せ、中抜けがある時間単位のこの看護等休暇制度の導入、そして育児時短制度の利用年数の延長、これらいずれかの取り組みをしていただくことによって奨励金としては125万円という形になります。さらにですね、加算措置としては2つ設けられておりまして、最大50万円という形になっておりますが、同僚への応援表彰制度の整備とプランシートの作成、もしくは同僚への応援手当の支給とプランシートの作成、それぞれ30万円ですが、両方取り組むことによって、さらに50万円加算という形で、最大で150万円という形になっております。最大175万円という形になっております。そしてその他のコースですけれど、パパと協力ママコースにつきましては、女性の従業員の方が6ヶ月以上、1年未満の育児休業を取得をしていただいて、さらに、子供の父親が30日以上の育業取得をすることで100万円の支給。また、もっとパパコースにつきましては、こちらはですね、企業規模問わず申請ができますけれど、複数の男性の従業員が育業30日以上必要ですけれど、取得した場合、そしてさらにですね、環境整備を複数行った場合に支給されるという形になっております。この職場環境の整備に関しましては、先にご紹介をした働くパパコースネクストにある環境整備要件と同じ内容になりますが、複数実施する必要があるという形になっております。そして、複数の男性従業員が育休を取るという形になりますので、2人以上からになりますけれど、最大5人までとなっておりまして、最大5人取得することで、170万円の奨励金支給という形になっております。
そして最後に注意点とまとめになります。この奨励金申請するにあたって就業取得の提出が必要になりますが、通常は10人以上の事業主が労働基準監督署に提出が義務という形になっておりますが、この奨励金申請するにあたっては10人未満の事業所においても労働基準監督署への届け出と受理人が必要になりますので注意が必要です。そして、募集の期間と申請の回数ですけれど、令和8年3月31日までの締め切りではありますけれど、予算の関係で早期締め切りの可能性があります。また、各コース1回まで申請ができます。そして、東京都においては、令和4年11月からスタートしておりますけれど、東京都パートナーシップ宣誓制度というのがあります。こちらはですね、性的マイノリティのパートナーシップ関係について宣誓をするものですけれど、この奨励金、このパートナーシップの宣誓制度を利用している場合には、要件はありますけれど、この奨励金申請ができる可能性がありますので、性的マイノリティのパートナーシップ関係を築いている方に関しても検討してほしいと思います。育児休業ですとか育児休暇等の取得しやすい環境の整備というのは今後の人材確保に非常に重要になってきますので、ぜひこの奨励金等を使ってですね、環境整備整えてほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。